インドで身につけた技といえばそれとなく仲良くなってキッチンに入れさせてもらい、あわよくば味見をすることですが、主人公の 90% がキリスト教徒というインドのナガランド州ではビーフカレーも楽しむことができます。ということで前回に引き続きインドナガランド編をお送りします。今日はホーンビルフェスティバルですね。行きましょう。今回は日本大使のナガランド州訪問に便乗して大使館と州政府の協力を得てやってまいりました。私も初めてインドでちゃんとしたワンピースを着ました。大使のおこぼれでちゃっかり伝統的なスカーフをゲット。今回の旅のメインはナガランド最大のお祭りホーンビルフェスティバルに参加すること。ホーンビルフェスティバルはナガランド16の少数民族が集まり、10日間にわたって食や文化を紹介し合う祭りで、インドのみならず各国からVIPが参加します。私の目的はこの地でまだ見ぬカレーに出会うこと。早速一発目です。現地の人に聞くと、ナガランドには納豆を使ったカレーがあるらしく、さらに最も美味しい納豆カレーはここスミ族で食べられるそうです。私もこの店で一番人気の納豆ポークカレーを注文してみました。いただきます。豚肉はこんな感じでめっちゃでかい。香りはすでに納豆。これ一口でめっちゃ辛い。やばい。まよちゃんは辛いそうですが、私は辛みが得意なのでめっちゃ美味しいね。これは目ん玉と出るぐらい美味しい。作り方は独特で、まず皮付きの豚肉を燻製にします。おそらくもともとは長期保存のためにこの方法を使っていたんだと思います。同時にバナナの葉の中で納豆を発酵させます。これを唐辛子などのスパイスと長時間煮込んで完成します。全部脂身です。豚肉は脂身をそのまま使うのでかなりパンチがあります。納豆はどこにいるかっていうと、見えるかな、豆があるんですけど、納豆が入ってます。納豆の香りは感じられますが、赤味噌を加えたようなコクのある深みが出ていて最高。これまでインドで出汁や発酵食品のような旨味を感じることはほとんどなかったので、新しいスパイスとの掛け合わせを知りました。完食です。そろそろでナガランドのお祭りホーンビルフェスティバルが始まりそうです。なんと会場の石碑には小野大使の名前が。私たちも大使館の人にくっついて開会式に潜入します。会場はすでに大盛り上がり。すごい、レッドカーペットを歩いております。日本を代表して大使が祝辞を述べます。 This year, famous Japanese influencers, Bio Japan and Indo Carico are participating in the Hornbill Festival. 大使が私とまやちゃんの名前を呼んでくれました。めちゃ嬉しいです。さらに日本からはドラムタオという和楽器を使ったパフォーマーたちが参戦。めちゃめちゃかっこいいです。さて続いては青族の屋台にやってまいりました。ここもやはりポーク推しですが、おすすめに従ってると豚肉ばかりになってしまうので、ここではチキンカレーを注文。鶏肉のシチューのようなものが出てきました。青族がよく食べる鶏肉のシチューでアムルスというそうです。白い部分はご飯を煮詰めたもので、ある意味お粥です。いただきます。やったね、やったね。ご飯にお粥をかけるのは少し不思議な感じがしますが、似ているもので言うとサムゲタンです。もう優しい。生姜の香り。風邪ひいてる時に食べたい。見ての通りスパイスは使われていません。ナガランドのカレーのほとんどは唐辛子、ニンニク、生姜でできていますが、これには生姜の香りしか感じられません。辛み漬けにはチリペッパーではなく青唐辛子が使われています。グリーンチリがやばいね。超絶危険。カレーと言えるかどうかっていうのは、議論の余地があると思う。ターリーって言ってるけど、ぶっちゃけターリーじゃないっていうか、ターリーって基本的には北インドのカレーのプレートのことを言うけど、本当にマサラ入ってないって感じで、かゆ。生姜入れればカレーになるのかな。どこ行ってもあるポークですね。結局スパイスを欲してしまいポークカレーを追加。散々食べたのにまだまだ肉を突っ込みます。油ってうまい、豚ってうまい。完食です。
ちょっとお腹が空いてしまったので朝ごはん探しの旅に出ております。今日はどこの民族の朝ごはんを食べようかなという感じで、お腹が空いて香りのする方向に向かってさまよっております。ちょっとこんにゃくで行こうか。わあ、ここはめっちゃ眺望がいいな。一望できますね。と言っても花より団子空よりカレーなので、早速朝ごはんをいただきます。ソーセージがうまいって聞いてたのでソーセージ食べたいかも。ナガランドの伝統的なポークソーセージはレバーとハツと脂身を豚の腸に詰めたもので、ここにはニンニク、生姜、唐辛子、パクチー、現地の山椒などが入っているそうです。ソーセージだけでは足りないので腸麺も注文しました。腸麺はネパール料理として有名ですが、由来は中国の焼きそばシャオミエンが由来なので、中国に近いナガランドもその文化があるようです。ソーセージは確かにレバーの味がします。レバーの苦味もそのままあって、なんというか貧血の時に食べたくなるような味わいをしています。砂を固めたような色に近しいのですが、本当にたまにジャリッという音がします。日本のソーセージに食べ慣れてしまっているせいでお世辞にも美味しいとは言えないのですが、これはきっと体に良いに違いないと思いながらパンに挟んでいただきました。腸麺は普通に美味しかったです。前回のインド旅行でも食べましたが、日本のネパール料理屋さんで食べられる味と一緒です。醤油の味がナガランドでも楽しめるとは思いませんでした。基本的にインドで炒め物を注文した時点で油っぽいことは確定案件なのですが、朝ごはん的サイズだったのでペロリといただきました。食後はお口直しにインドの紙タバコパーンに初挑戦。葉っぱに石灰が塗ってあって、はい、なぜかパーンに異常に詳しい大使館員の斉藤さんに食べ方を教えてもらいました。存在は知っていたものの手を出していなかったので、ドキドキしながらいただきます。ゆっくりゆっくり。とにかく苦くてまずくて、なぜこれが嗜好品として愛されているのか謎でした。続いて違う民族の屋台へ。焼いているのは牛の皮だそうで、炙って削って煮込んでこれを食べるそうです。この民族は肉や油はもちろん皮までも無駄なく食べる食文化を持っていました。私もぜひ食べてみたいと思い注文。このミトゥンスキンというのが牛の皮、コラーっていうのが豆のようです。ここいいかも。真っ黒だった牛肉の皮はよく煮込まれてプリプリになっていました。すでに豆が入っていますが、豆のスープもついてきます。まずは豆のスープみたいなやつを、スープなんですけどね、もうかけちゃおうと思います。あとこれが本命のビーフスキンですね。すごいコラーゲンたっぷりって感じのブリブリ加減です。そしてこれが豆ですね。コラーっていうのは多分豆ですね。ラジマダルのことを言うんだと思います。ビーフスキンからいこうと思います。柔らかい。おいしい。豚の皮より柔らかい。ちょっと食感がシャリシャリしてて弾力のあるコラーゲン。食感はナタデココと豚足の間みたいな感じです。なんだろう、油っぽくはないですね。全く脂身を感じないです。めちゃめちゃ出汁が出てて美味しいです。正直言うとあまり綺麗とも言えない木の上で、あまり綺麗とは言えないバーナーで、あまり綺麗とは言えない肉の皮を黒焦げになるまで炙っていて、何の道具を作っているのかと聞いたら、これは食べるものだと言われた時は控えめに絶句したのですが、美味しい食感と滋味深い出汁が出ていて感動しました。食べられるものだと信じ食べようと思い、食べられる工夫をして美味しく食べることこそ人間のなせる技だなと思いました。これもカレーかというと議論の余地がありますが、まあカレーではないですね。カレー判定の甘い私もこれはカレーじゃなかった気がします。食後にプラプラ歩きながらお土産を見ていると、日本が大好きという男性に話しかけられたのでインタビューしてみました。 Do you like Japan? Yes, Japan it's like one of my bucket list to visit. And one day I would love to visit for sure. I love your anime. One Piece is my favorite anime. I love One Piece. 日本のアニメ文化は世界をまたいて言語や文化も超えて愛されるので、日本を知ってもらえる機会になっていることをリアルに感じました。日本はナガランドのパートナーシップ国なので、ぜひいつか遊びに来てほしいですね。
なぜ日本がナガランドのパートナーシップ国になっているかというと、今から80年前、第二次世界大戦で最も残酷だった戦いの一つとも言われている日本軍によるインド侵攻、インパール作戦がこの地で勃発したことに遡ります。そして一番激しい戦いが行われたのがこの美しい土地、ナガランドのコヒマ。食料もなく飢えと戦いながら争い、日本軍をはじめ多くのイギリス軍、インド現地兵が命を失いました。今でも多くの遺骨が埋まっていて、毎年現地の方の協力のもと発掘が行われています。誰もが悲しんだこの戦いから長い月日を経て、ナガランドのパートナーシップとなった日本は、この地の平和と発展を願い、いつまでも日印友好関係を大切にしてほしいと願っています。今回私はナガランドの食を学びにやってきて、カレーかカレーじゃないかギリギリの境界カレーをたくさん知り、日本との関わりや共通点を知り、ナガランドの人の優しさをたくさん感じる旅となりました。なかなか行くことのできない場所ですが、また来年ナガランドに桜が咲く時期に行きたいなと思っています。